禁断の愛で結ばれた2人は幸せになれると思いますか？アメリカ・シアトル郊外にある広い庭付きの一軒家。そこに4人の子供たちと暮らす夫婦がいました。学生の頃に知り合い結婚した2人。飛行機の荷物係として働く夫と小学校の教師として働く美しい妻。妻のお腹には5人目の子供が宿っていたんです。一見幸せに包まれた理想的な家庭。しかし妻にはある重大な秘密があったんです。それは彼女のお腹にいる子供の父親。なんとその父親は彼女が担任するクラスの生徒だったんです。アメリカのメディアを騒がせた一人の女性教師。家庭がある彼女はなぜ20歳年下の少年と関係を持ってしまったのか。全米が注目した禁断の愛は意外な結末を迎えたんです。おさす、みんないい恋愛しよう。日本、ケンちゃんです。禁断っていう言葉が似合うってよく言われます。やみやみこです。というわけで本日ご紹介するのはなんと13歳の教え子と不倫し子供まで身ごもってしまった女性教諭のお話なんです。そんな人いるのって信じられない話だこれね。でもいそうっすよね。いる？実際いたんですけどね。当時アメリカではこの女性教諭は大バッシングを浴びたんですが、これがね発覚した後もね、なんとこの愛を貫いていくというね、なんとも奇妙で不思議なお話なんです。メトラの皆さんにもぶっちゃけね禁断の恋しちゃったみたいな人いるんじゃないですか。コメント欄でね成仏させちゃいましょうか。いや、いいの？そもそもなぜこの女性教諭がね教え子とこのような関係になってしまったのか、その経緯から見ていきたいと思います。年の差21歳。遡ること26年ほど前の1995年、アメリカ・ワシントン州にある小学校。ここで6年生を教える一人の女性教師がいました。彼女の名前はメアリー・ケイル・トーノー。一人一人の生徒と真摯に向かい合い、長所を伸ばしていくことを目標としていたメアリー。彼女は教師の仕事を天職だと思っており、自分の居場所はここにあると強く感じていました。しかし一方で、彼女のプライベートは満たされることはなかったというんです。その原因は夫。メアリーと夫が出会ったのは学生時代。二人はメアリーの妊娠を機に結婚したんです。その後さらに3人の子宝に恵まれるんですが、夫は浮気性で夫婦仲はいいとは言えませんでした。4人の子育てに追われ休む暇もない中、頼りにしたい夫は全く自分のことを見てくれない。メアリーは家庭で感じる孤独感を仕事に打ち込むことで紛らわせていたんです。仕事しながら4人の子育てってほんと大変よこれ。大好き5つ子を思い出すわ。あれはなんか楽しそうな日々だったけどね。お父さんとお母さん協力してたしね。今回はね、教団にね、立ちながらね、誰にも言えない寂しさを家庭ではね、味わっていたメアリーなんですけど、そんなメアリーの前に一人の少年が現れるんです。少年の名前はビリ・フアラ・アウ。当時小学6年生。彼は4年前の小学2年生の時にもメアリーが担任をしていた生徒でした。そんなビリの家庭環境は最悪。父親は窃盗罪で服役しており、母親は女手一つで家庭を支えるために働き詰め。彼はほとんど親からの愛情を受けずに育っていたんです。ビリはそんな劣等感からかクラスにうまく馴染めずに孤立していました。そんな彼のことをメアリーは教師として気にかけていたんです。ビリと接していくうちに彼女はビリに美術の才能があることに気がつきます。彼が学校で少しでも充実した時間を過ごせるよう毎日美術室で一緒に絵を描いて楽しんだんです。そんな二人の関係性に変化が現れたのは翌年の1996年。生徒であるビリが教師であるメアリーに秘めていた心の内を明かします。先生、不倫したことある？どんな質問や？さらにビリは続けます。小2の時初めてメアリーを見た瞬間、なんて綺麗な人なんだ、映画スターみたいだって思ったんだ。僕は先生のことを愛している。あっちいな。若干小学6年生のビリは憧れの先生にまっすぐに自分の気持ちを伝えました。母親から愛されずにさ、クラスでも孤立してる時にそんな先生に優しくされたらそれは好きになっちゃうわよ。そうっすよね。子供とか生徒が先生を好きになるのはね、いいとしても、今回ね、子供だからこそそうやってストレートな言葉でね、伝えたんでしょうけど、そんな言葉にね、胸をね、打たれてしまうんですよ、メアリーは。ビリに告白されたメアリーは当然大人としてそれをたしなめることができなかったんです。なんでやねん。夫との関係は以前よりもさらに冷え切っており、家庭内別居状態。誰よりも一緒に時間を過ごしていたビリは単なる生徒ではなく、一人の男性として大切な存在であることに気がついてしまったんです。その気持ちを忘れないで、これからもずっとその気持ちを持っていて、こうしてメアリーは彼の気持ちを受け入れたんです。ほどなくして2人は男女の関係にまで発展しました。この時メアリーは34歳、ビリは13歳でした。ビリーはね、メアリーの長男と1歳半しか変わらないんです。皆さん自分の子供とね、さほど年齢が変わらないね、人とね、恋愛できますか？恋愛対象入りますかっていう話なんですけど、人を好きになるのはね、そもそもいいんだけど、
自分の息子だったらとか、そういう立場に立って考えれそうなもんだけどね、メアリーよね。まあ、ただメアリーみたいにこのようなね、異常な恋愛にのめり込む例っていうのはあるっちゃあるんです。それを紐解くキーワードとしてアダルトチルドレンという言葉があるんです。アダルトチルドレンとは、子供の頃の家庭内のトラウマによって傷つき、そのまま大人になった人を指します。アルコールや薬物依存症である親の元で育ったり、虐待やネグレクト、過干渉などを受けて育った子供がなりやすいと言われているんです。アダルトチルドレンの特徴は自己肯定感の低さ、自分自身を好きだと感じること、大切に思える気持ちがほとんどないため、人間関係に支障をきたしたり、何かしらの生きづらさを感じたりするようになるんです。本来子供は家族の中の身近な大人を見本に生きる上で必要な様々な能力を身につけ育ちます。しかしそういうことができない家族の中では健全な学びができないまま年齢だけ大人になってしまうことがあるんです。親に素直にさ甘えたり喧嘩せずに育っちゃうと当たり前のことができずに人格に問題が出ちゃうってことね、これね。まあそういうことですね。アダルトチルドレンの恋愛は依存しがちであったり不安定な関係を求める傾向が強いと言われています。幼少期から愛情に対する考え方がずれているため、平凡で安定した恋愛よりもスリルがあり苦労してしまうような恋愛を選んでしまうんです。確かにメアリーはさ、旦那さんも浮気症で結構困ってたわよね。でもメアリーもこのアダルトチルドレンになっちゃうような生い立ちがあったってことでしょ。まあもちろん、まあそういうことなんですよね。なんで彼女はこんな恋愛観を持ってしまうようになったのか、早速ね、メアリーの生い立ちから見ていきたいと思います。幸せな家族の崩壊。メアリーは1962年、敬虔なカトリック信者である夫婦のもと、7人兄弟の4番目として誕生。父親はアメリカ合衆国下院議員、母親は政治活動家。両親ともに忙しい仕事ではありましたが、子供たちは愛情を受けて幸せに過ごしていたんです。しかし、メアリーが11歳になる頃、その幸せは急速に崩壊。ある日、メアリーが可愛がっていた3歳の弟が自宅のプールで溺れ亡くなってしまうんです。さらにその5年後、父親に2人の隠し子が発覚。家庭的な姿を売りにしていた父でしたが、実際は政治家になる前の大学教授の頃から教え子と不倫関係にあり、子供まで設けていたんです。こうしてメアリーが愛していた温かい家族はあっという間に崩れ去っていきました。彼女の家族観や恋愛観はこの頃からねじれていくんです。弟がさ、亡くなって残された家族でみんなで頑張っていこうって時にさ、お父さん隠し子発見って普通じゃないよね。かなりねじれてるわよ。まああとはやっぱそういうね、家庭環境だったんで、まあ、ビリーに対してね、親からの愛情を受けていないっていうところ、含めて自分と重ねちゃったんじゃないかなって思うんですよね。なんか同情しちゃったとこもあるのかもしれないよね。壊れた家族で育ったメアリーとビリーの禁断の愛。しかしこの関係はそれほど長くは続きませんでした。交際を始めた翌年、1997年の2月、2人が交わしていたラブレターをメアリーの夫が発見してしまうんです。ラブレターを読んだ夫は驚愕し、うろたえながらも親戚に相談、警察に通報することにしたんです。そしてついにメアリーは逮捕。その罪状は児童に対する強姦罪でした。少年よりも20歳以上も年上、しかも担任教師が起こしたこの事件は当時のメディアを大きく騒がせます。そして人々の興味を引いたのはメアリーの体に現れていたある変化。なんとメアリーはビリーの子供を妊娠していたんです。逮捕後もなおメアリーとビリーは自分たちは愛し合っていると主張していたんですが、世の中はこの2人の関係を許しませんでした。結果的にメアリーは罪を認め、ビリーと二度と会わないこと、そして生まれた子供の親権を放棄することを約束。この約束によりメアリーの罪は禁錮89ヶ月から禁錮6ヶ月へと大幅に減刑され、彼女は刑務所に入るんです。メアリーはビリだけではなく自分の子供、そして他の未成年者に一切近づかないというね、約束をしたんですよ。自分の子供に会えないのはかわいそうだけど、やったこと見るとさ、まあ正当な処分じゃないかなと思うけどね。まあそうっすよ。もうなんなら自分の子供にもそういうことをしてしまう可能性がね、あるかもと思われてるんですよね、周りからは。こうして服役して罪を償い始めたメアリー。その真面目な態度や精神安定剤の服用により再犯の可能性は低いとされ、なんとね4ヶ月で仮釈放されるんです。そして刑務所から出たメアリーは早速ね、驚きの行動に出るんです。炎上に次ぐ炎上。逮捕の翌年の元旦、メアリーは仮釈放となり晴れて自由の身になります。しかしそれから1ヶ月も経たないうちに彼女は刑務所へと逆戻りすることになるんです。なぜメアリーは刑務所へ戻らなければいけなかったのか。その理由は再びビリと接触していたから。なんとメアリーは今後一切ビリと接触しないと裁判で約束していたにもかかわらず、釈放されてすぐにビリと会っていたんです。メアリーはビリと車の中で密会しているところを警察に逮捕されました。メディアはこの事実をスキャンダラスに報道し、彼女に対するバッシングはさらに加速。
裁判官もこの仮釈放中の違反行為は言語道断で決して許されるものではないと怒りをあらわにしたんです。そしてメアリーに当初の求刑であった禁錮89ヶ月を宣告。何やってんのよ、もう全然反省してないじゃないのよ。そうなんですよ、もうねやりたい放題。世の中からのね批判の声も高まって、今でいうね炎上状態になってしまったんです。そして服役中に発覚した新たな事実で炎上の火はねもっともっと大きくなってしまうんです。服役中のメアリーは世の中をさらに驚かせる行動をしたんです。それは獄中出産。なんとメアリーは仮釈放中のわずか1ヶ月足らずでビリの子供を再び妊娠していたんです。反省せい。1度目の逮捕の時は少なからず彼女を擁護する声もあったものの、このような愚行に世間は呆れ返ります。もちろんメアリーの夫も例外ではないんです。メアリーが2度目の服役中に夫は正式に離婚届を提出。世間から批判を浴び、家族からも見放され一人ぼっちになったメアリー。しかし彼女が帰ってくるのを心待ちにしている人がいたんです。そう、ビリでした。彼もまた塀の外で辛い毎日を過ごしていました。メアリーとビリとの間で生まれた2人の娘は未成年のビリに代わって彼の母親に親権が渡っていました。ところがビリの母はほとんど育児をしませんでした。学校を相手取って裁判を起こしていたんです。息子がね強姦されているのを学校が知らないはずはないというね、ビリの母の主張によってね、ビリ自身がねいろんなことをね洗いざらい話さなきゃいけなくなってしまったんですよ、裁判で。かわいそうね。なので彼は結構ね精神的にね参ってしまったんですね。本当ならもっと遊べた時期じゃない、子供もね。大人たちに挟まれて追及されるってかわいそうでしかないわ。世間からは白い目で見られるようになり、ビリは次第にうつ状態に。彼にとっての味方は小さな娘たち、そして獄中のメアリーだけでした。メアリーと娘たちさえいればいい。会えない間も互いに思いを募らせていた2人。そしてついに念願のその時がやってくるんです。2004年、刑期を終えたメアリーが出所しました。そしてその翌年の2005年、メアリーとビリはついに結婚。その時メアリーは43歳、ビリは21歳になっていました。世間の批判を集めた2人だけにさぞかし静かな生活が始まるであろうと思われた矢先、メアリーは再び世間を驚かせます。2人の結婚式の招待客の人数はなんと250人。しかもメアリーは自身の結婚式の様子をテレビで放送したんです。放映料としてメアリーが手にしたお金はおよそ9000万円。彼女はここに来て再度大炎上を引き起こしてしまうんです。しかしそんな世間の声を知ってか知らずか、2人はその後もたびたび揃ってメディアに出演。メアリーはその理由を逃げるのではなく普段通りの人生を歩みたいと語ったんです。こうして世間を騒がし続けた2人なんですが、片や子育ては堅実に行っているようでした。メアリーとビリの2人の娘は歌うことが好きなごくごく普通の女の子。母親は厳しいとお茶目に語り、家族の仲の良さも感じさせます。両親の馴れ初めや自分の出生の経緯を知っても荒れることもなく、世界にはママとパパがやったことは別に法律違反じゃないって国もあるわと明るく流せるような女性に育っているというんです。娘さんたちに罪はないからね、こうやってなんか強く育ってくれたっていうのは救いね。でもさ、なんでメアリーはそんな意地張ってメディアの前にボンボン出るわけよ。アダルトチルドレンって自己肯定感が低いから、だからこそ承認欲求もね高いんですよ。そうやってメディアに出て自分たちはねこういう思いでねこういう思想なんだって認めてもらいたかったっていうのがねあると思うんですよね。そしてねこのね禁断の恋ねなんとね12年目にして意外な結末を迎えるんです。禁断の愛の結末。世間を騒がせながら結婚し、そのラブラブぶりを熱心にアピールしていたメアリーとビリー。ところが2017年、2人は突如離婚してしまうんです。離婚を切り出したのはビリでした。2人の愛もついに終わりを迎えてしまったのか。しかし真相は少し違うんです。一部のメディアはビリがマリファナ売買のライセンスを取るために離婚したと報道。実はビリが住むワシントン州ではマリファナは合法。しかし売買ライセンスを取るためには配偶者も含めた身辺調査が必要で、前科を持った身内がいるとライセンスの取得ができないんです。前科持ちのメアリーが身内にいるとライセンスが取れないため、2人は離婚をしたというんです。ライセンスを取るのが目的なんで、2人の愛はねこの後も続いていくんです。時は流れ2020年、メアリーは癌によりこの世を去りました。去年58歳。最後まで彼女につきっきりで看病していたのはやはりビリでした。メアリーは亡くなる前、あなたはとても大切な人よとビリに告げたと言います。現在ビリは37歳。彼が出会った頃のメアリーと同世代になっています。しかしビリは決して自分は今未成年と付き合うことはないし、娘たちにもそんなことはしてほしくないと語っています。禁断の愛を貫いたビリとメアリー。メディアで見せた幸せな姿の裏側には本人たちにしかわからない辛いこともたくさんあったと思います。この禁断の愛についてメトラの皆さんはどう思いますか？